どうもどうもこんにちは、池内工務店でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、みんな大好き炭酸水の話をしたいと思います。炭酸水を、激安で飲む方法ですね。昔から炭酸水好きで、もう6年ぐらい前かなにお酒をやめた時にもう酒が飲めないので、その代わりに炭酸水をもう飲み狂ってた時期があったんですよ。その時に、ペットボトルとか買うじゃないですか。で1日に3リットルぐらい飲むんで、もうペットボトルがもうゴミがこんな量になるんですよ。でこれはさすがにやばいなと思ってソーダストリームというのを買いました。こんなようなやつですね。これ2代目なんですけど、後ろにボンベがあって、この前のところにボトルをセットしてボタンを押すと炭酸が注入されてチェイチェイチェイとかってほんで何がすごいかっていうと、このボトルがだいたい2000円ちょっとなんですけど、家電の量販店とか行ってこれを渡すと、2000円払って新しいボトルもらって、これは、リサイクルされる、再利用されるというわけで、ゴミもなくなるし、1日3リットル飲もうとかするとだいたい月に1万5000円ぐらいかかってたのかな。で実はこのソーダストリームが最近買ったやつなんですけど、ものすごくよく使うんで、ちょっと高いのね頑張って買ったんですよ。で弱い、中ぐらい、強いって、選択できるんですけど、一番強いのでいつもつくんですけどね、これにしてなんかものすごく炭酸を使うようになって、大体ねこのボトルが2週間ぐらいしか持たなくなっちゃったんですよ。前の手動のやつはもう少し持ったで、月に大体4500円ぐらいだからかかってるわけですよ、炭酸水に。年間にすると4万8000円。これは少しなんとかならないものかと。年間に4万8000円炭酸水に使ってるのはまずいであろうということでですね、今回は、さらにこれをコストダウンさせる方法を、やっていきたいと思います。で何をするかというと、こいつを使います。これはビールサーバーとかで使う炭酸のボンベですね、業務用のやつ。ちなみにこっちのガスシリンダー、これが確か 410g 入りですね。でこいつシステムは一緒で、まず最初にこれを買うときに店によって値段は違うらしいんですけど、うちの近所だとこれで8000円しました。8000円するんだけど、使い切って、これを返すと5000円戻ってきます。でまた3000円足して8000円払うとこれがもらえるということは、この中身は3000円なんですね。こっちが 410g で2200円ぐらいで、こいつなんと5kg で3000円なので、これをここにつないでソーダ水を作ると現在の値段の10分の1以下になるというね。うわーすごいすごい。そうだで、これとこれをつなげるのにホースが必要で、これをがなんかその辺に置いてあるとすごくかっこ悪いので、かっこ悪いというか邪魔なので、綺麗にすっきり収納させつつ、みたいな工夫が必要になると。果たしてこの動画が終わる頃に池内は美味しく炭酸水を飲んでいるかどうか、皆様最後まで見てくれって今まで言ったことないね。お楽しみください。お楽しみください。はい、さて場所を変えてですね、台所にやってきました。このソーダストリーム、いつもは、
ここに置かれてるわけですね。炭酸を作る時って、冷たい水の方が炭酸をたくさん含めるんですよ。だから海水温度が上がると温暖化が進むみたいな。ともかく、ここに置いてあります。で、これがこっちの裏にあるコンセントに行くと、これを取ります。で、さっき見せたホースね、こんな風になってて、でこっち側がさっきのでっかい炭酸ボンベ、ミドポン、緑のボンベでミドボン緑のボンベで、ミドボンっていうらしいんだけど、これがミドボンの方に行きます。でこれ 2.5 メートルのホースですね。でこっちがソーダストリームの方に行くんですけど、なんとこんなアダプターがついてるんですよ。こんなですね。でこれをここにボンベをこうねじ込む穴なんだけど、ここにこれを入れて回す。閉めた方がいいのかな。一応怖いからフライヤーかなんかで軽く閉めとこうかな。これで大丈夫でしょう、ね、一応こうキュッて固く閉めてきました。でこれをねこう下に下げてこうするともうはまる、取れない。 OK と、こっち側も本当にこれだけ、すごい簡単。ちなみにですけど、このケーブルが、確かねヤフーショッピングで4500円ぐらいと、こうもうつながってるので、もうこれをつなげばそのまま使えるんですけど、それをやるとこんな風なことになってしまうわけですよ。このままだとちょっと不格好じゃないですか。なのでこればっかり言ってるような気がするけど作業開始、太さを測りましょうかね。こういうやつで電池切れてるみたいな。くっそ、よいしょ、16、1センチと6ミリですね。だからこれが通る穴を開けないといけないので、こんなようなドリルで穴が全然足りない。しばしこれですね。これで、一応2センチの穴が開くはずなので、なんだったらこの辺に穴を開けたいんだけど、こうやってこの辺から出ると美しいじゃないですか。プラスチックって結構溶けたりするんですよ。かな。なんかいけそうな。大丈夫かな。かなり手強いな。なんか溶けてはいないみたいだね。手強い。なんかもうプラスチックが溶けてとか、あと割れたりとかして悲惨なことになるかなと思ったら意外といけた。こいつね、これからこいつこっち入って、これね、美しい、素晴らしい。やっぱしね、いいですね、こういう風なすっきりしててね。なのでちょっと片付けたいと思います。
オリーブオイルがたくさん入ってます。まあ全然話関係ないんだけど、このソリリマーリっていうオリーブオイル、池内家10本で買って使ってます。チリのオリーブオイルで、これすごい美味しい。結構ねそんな高くないからこれお買い得です。ほんとどうでもいい話だけどね。一升炊きの炊飯器、これはねどうなんだろうね。そろそろ買い替えてもいいんじゃないかなっていう話があったりなかったりというわけで、これがよいしょ、ここにこう収まるわけですね。いやなかなかいいじゃないですか。壁がこんなだけどね、もう本当にベニヤ1枚だね。これはね、これはもう瞬殺だからやっちゃいますか。この辺か。こういうベニヤって結構なんだろう、一方向だけからやると逆側の方がベキベキでトゲトゲになったりするんで、ちょっと両サイドから攻めてみたいと思います。しぶとい。おお急にいったぜ。よいしょ。あ、やっぱそうだね。ね、なかなか綺麗に抜けましたよ。これはそうなんですよ。そう割とね両方からやるとこんな風に綺麗に抜けます。この辺だそうですね。これでもさ厚くね、3センチぐらいない？これでは無理なんで、どうすっかな。そうか、ドリルか。よし、しばし。ちょっとね残念ながらどういうわけだかビデオじゃなくて写真で録画をしてしまったらしくてですね、全く撮れておりませんでしたいやー残念。でもね穴は無事に開けました。こんな感じ、結局そう丸を描いて、穴を開けて、で最後にで、先ほどの、これですね、ソーダストリーム穴から出て後ろを通ってここに行って中を通ってここに来てミドボンにつながるというわけなんですね。はい、よし。でこれ早速つなげてみます。でこうやってつなげて、先ほどなんだネットでちょっと話題になったみたいな話をしましたけど、そうこのミドボンとソーダストリームをつなげるっていう動画とかブログが、いくつかあって、それも参考にさせてもらったんですけど、そう、この部分を締めてきちっと締めないとプシューって漏れるっていう話があって、でだから締めるんですけど、そのプシ
シューってなるの結構怖くないっていうので、ちょっとやってみたいなみたいなのがありまして、ちょっとやってみたいと思います。閉めないと本当にプシューってなるのかね。じゃあ元栓開けますよ。プシュってなるのかね。はい、じゃあ行きます。ああ、漏れてる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 。こういうことか。なんか求めていた派手さはまるでなかったけど、怖い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 。つうわけでやっぱこれはちゃんと閉めないとダメですね。よいしょと、まあ閉まりました。さあもう一回開けてみましょうかね。早速記念すべき一発目、炭酸水ソーダストリームで作ってみますか。よし、行ってみますか。怖いな、大丈夫なのかなね。ソーダストリームコンセント入れました。はい、ついてます。ピカ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 。なんでよし。お、ついた。さあどうなることやら。いけるか。ちょっとじゃあ押してみますね。初。おお、ここからのやべえ、これはやばい。こんなあるんだよ。ああ、すごい。おお嬉しい。これは嬉しいかもしれない。シューはいね。ご苦労様でした。おー、うまい。マジでうまい。はい、という具合で、見事に出来上がりました。もう最高でしたね。これは本当に炭酸水が好きな人だったら絶対やった方がいいかもしれない。多分どのくらい持つの、単純計算で、11倍ぐらいの量があるから、幸せなので、炭酸大好きな人は、ソーダストリーム、安いやつ1万ぐらいあるんで、それを買って変換用のケーブル、ヤフーでは4500円ぐらいで売ってました。でミロボンも近所の酒屋さんとか、あと、ね、業務スーパーとかでやってるっていう話も聞いたし、探せば多分見つかるんで、そこで緑のボンベのミロボン、ビールサーバー用の液化炭酸ガスのボンベを買ってきて炭酸飲み放題ですよ。はい、というわけで今回はここまでですね。
最後までご覧になってくださった方、どうもありがとうございました。楽しかったりなんかしたら、まあね、チャンネル登録とかいいねとかコメントとかしてくれると励みになるのでよろしくお願いします。というわけで、今回はここまででした。それではさよなら。